めちゃくちゃ軽いんですけど、こんな割り箸が畳に刺さるという。いいですか、これ。まさかのこっち側これ刺さるんだ。すごっ。うわ。おつこんにちは、空手家小峠です。今日は大阪の日本橋にある居合の指導体験道場を通しに来ているのですが、この道場といえば、居合切りで、6つのギネス記録を持ち、時速350キロで発射されたたった6ミリの、BB 弾を日本刀で切るという神業で世界を驚愕させた、終身流居合流標法、創立者の、町井先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。今日もよろしくお願いいたします。僕のチャンネル見ていただいている方はですね、前回の動画とか見ていただきたいんですけど、前回は、日本刀のなんですかね、町井先生の道場で処方に至る、なるものを、いろいろちょっと教わったんですけど、その時に、撮影全然してなかったんですけど、なんかふと僕が来た時にやられてた畳にコンビニでもらう割り箸、ものすごい軽い普通の割り箸をちょって先端だけ削ったやつを畳にバサバサ刺してて、こんなのが畳に刺さるのとちょっと衝撃を受けたんですけど、ちょっと今日せっかくなのでちょっとそれを、教えていただきながら体験をしてみたいなと思いまして、お願いします。普通手裏剣っていうと、その十字手裏剣とかギザギザになったやつをイメージすると思うんですけども、歴史上ああいう手裏剣を武器として全く使わなかったかっていうとそうではないんですけど、普段忍者っていうか、そういう人たちはああいう手裏剣は持ち歩かないんです。で実際にはどういうものを投げてたかっていうと、寸鉄って言いまして、鉄の細い棒、それをちょんまげの中に隠したりとかで、あとは先生がおっしゃってたこういう割り箸をですね、手裏剣として使ってたと。でなんでかっていうと、忍者のお仕事っていうのは、今でいうとこのスパイ活動なんですよね。で纐纈先生がじゃあ忍者でしたと。である日僕がなんか纐纈君君ちょっと怪しいなボディチェックした時に十字手裏剣出したらお前忍者じゃねえかってバレてしまうので、こういう普段使う道具を武器として、使っていたと。で手裏剣っていうと忍者のイメージ強いですけど、侍もこれ投げれないと、戦場で野営した時にウサギ取ったり鳥取ったりとかっていうのでこういうのを使ってたらしいので、一種の侍のたしなみとして本来は投げれないといけない。いや正直、畳に刺さるものとかなんかこういう手裏剣とかバンバン刺してるって重さがあるからだと思ってたんですよ。鉄のその手裏剣を投げる方多いですけども、鉄だとその自重で下手に投げても刺さっちゃうんですよね。でこういった軽いやつっていうのはちょっとでも手の位置が変わると右行ったり左行ったり上行ったり下行ったりするので、正確な精密な手裏剣の投げる練習にはめちゃくちゃもってこいなんです。いやこれ多分ちょっといいですか、これこれピンと合うかな。これ本当普通にどこにでもあるというか、どこでもあるめちゃくちゃ軽いんですけど、こんな割り箸が畳に刺さるという、ちょっとなんなら衝撃映像になるんじゃないかな今これはちょっと体験用にっていうのもあって刺さりやすいに尖らせてますけども、普段僕が投げるのって本当に割り箸そのままなんです。もう先太いやつ、垂直に入れば刺さりますので。じゃあちょっと早速、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあじゃあ実際ちょっと見せていただいてですかね。じゃあちょっとこれは僕お願いします。一回投げてみます。で基本的に肘とか手首使わないんです。刀と全く使い方は一緒です。ただ肩を支点に投げてしまうと刺さったとしてもごめんなさい、刺さったとしてもこういう下に行ってしまいます。で、刀でいうとこの切っ先の部分が下に向いて刺さるっていうことは、相手が一歩二歩下がってしまうともう
側面に当たっちゃって刺さらないということになるので、真垂直に刺さるか、もしくは若干上向きで刺さるのがベストとされてます。で、肩ではなく今度肩の落とし、いつも前回の動画でもやったように肩の落としで刀を振るっていう投げ方すると上に刺さるわけです。もっと抜くとさらに上に刺さるわけです。ちょっと調子悪いな、下向いてるのが多いですけど。よよほちょっと角度がちょっと引きで取っとこうかな。なんかな、よし。今これ、はい、分かりますかね。はい、あえて反対で投げました。あ、すごい。いや、これはちょっとアップですごい。ちょっと今取れてたのかな。尖らしてないやつで投げてるんで、まさかのこれ見えますかね。垂直に刺さってるんですけど、とんがってる方が逆で、ちょっと抜いていいですか、これ。まさかの丸い方でこっち側これ刺さるんだ。すごい。まさかのこれですね。この普通の割り箸のこの柄の方っていうんですかね、丸い方が刺さりますね。すごっ。違う、もうなんか僕映ってなかったな。驚きすぎちゃって、もうなんかただただ映像だけ撮ってた。じゃあちょっといざ体験を、はい、どうぞお願いします。はい、そう持ち方をちょっと、すみません、ちょっとこれ、僕今日はもう僕カメラマンでちょっと手の、割り箸なんで長いんですけども、手の裏の剣と書いて手裏剣っていうぐらいですから、手の中に隠れるように持つんですね。先がちょっと出るか出ないかぐらい。でグッと押さえ込むんじゃなくて、もう下手すると落ちてしまうぐらい柔らかく親指添えるだけです。こんな感じです。ではちょっと教わりながら体験していきたいと思います。こんな、そんな感じで。ちなみに、ここから投げる時のコツっていうか、最初のうちは腕大きく振っていただいて結構です。で、気持ちとしては刺そうと思わないことです。手から割り箸が抜けるまで、このわずか数グラムの割り箸の重さをずっと手に感じること、これが力入ってる時には重さ感じないんですよ。全体を脱力してるとこの重さ感じます。すると狙ったところに飛ばすことができます。これはこう投げる感じ。これすると回転かかるんですよ。なので気持ちとしてはこの畳をタッチするようなつもりで、指先はずっと上で、慣れてくると袈裟とか切り上げ水平っていうような感じで刀と同じ使い方で投げれるんですけど、オーソドックスには自分の中心軸、要はここに構えないといけないです。これがこうなってしまうと横回転かかりやすくなっちゃうんです。で、肘が外に向いてる間はこっちに行く力がかかるので、腕で投げるのではなく、例えば左足前出してたら左の股関節を折りたたむことによって自動的に肘が前に向いて、ここにしか飛んでいかないっていう骨格を作ります。なるほどですね。よし、じゃあちょっとこうしてひねっちゃうと横に飛んでしまうので、本当に折りたたむだけですね。今手が伸びちゃったんで回転しちゃったんです。もう伸ばしたままですね。難しい。で、飛んでってる時にだいぶ下の方行っちゃってるじゃないですか。これって肩を中心に投げちゃってるんですね。じゃなくて肩を少し上に上げて回すようにしてあげると、その下に行く前に上で離すことができます。ありがとうございます。
まずは1本刺すどうぞ横回転ちょっとかかっちゃってるんですね、それでこの当たった時にバーンって落ちようとした時には横にこう当たっちゃってるので、もう力を入れずにただストンと肩を手を前に伸ばす必要もないです、このままストンと下に落としてあげてください。お、いった。そうそうと。一本だけ奇跡が、でもこれもちょっとこっちから右から左に刺さってるので、やっぱこの回す動きが出ちゃってるんですね。おっとそうそうなんかあれですね、こうえいっていうかなんかふわって投げたぐらい、ふわっと投げた方がいいです、あらそうそうと今はすごい綺麗に刺さりました。理想的な感じです。あれですね、めちゃくちゃ軽く投げた方が、力入れて投げれば投げるほど、変な方向に飛んでしまうので、なんかこんな軽いからある程度勢いがないと刺さんないかと思ったら意外と軽くてもその全体のそのなんていうの質量っていうんですかね、かかると刺さりますので、だから弓矢と例えば鉄砲の実弾、もちろん速度全然違いますけど、そうですね、僕が過去にテレビ番組で飛んでくる矢を切るっていうのをやったことがあるんですけども、初速はね250キロ超えるんですかね、割と初心者用の15、6キロの弱い弓で、それでも30メートル先からコンパネ貫通するので、一手に集中する力ってすごいんですよ。そうなんだ。いやなんかびっくりです。なんかこんな軽いからある程度スピードがないと思ったら意外になんかふわって投げた時の方が刺さる、そうですね。不思議。そうです。ダメだ。投げちゃってる。わずかにやっぱり旋回がかかっちゃってるんですよ。で肘が完全に前に出る前に出てしまってるので、ここからこの形まず作ります、これがこうだとこっち行っちゃうんですよね、軸だけ残してこう持っていくとまっすぐ飛んでいくので、あとは肩だけストーンと落としてやると、音が綺麗スコッて刺さるもんな。そうだ。スコって刺したいですねすいません、ちょっと時間を。いえもうお好きなだけ投げてください。指がやっぱこうなっちゃってるんですで、厳密に言うと、こうなってしまうとこっち回転かかってしまうんですけど、このまま離れるとこの回転を指が邪魔してこの姿で飛んでいくことができるんです。こうではなくこうなろうとしてるのが指で引っ掛けてピンと。今でもいい感じで飛んでいましたよ。なんか刺さると欲がうちの道場ってその忍者体験の道場じゃなくて居合の道場じゃないですか、でも門弟さんたちに手裏剣投げさせるのは何でかっていうと、これ毛さ切りするときに相手の方に刃が向いてなくてこっち切ってるよっていうのが割り箸投げることによってすごく分かるわけです。なるほど、
がすごくいい勉強になるので、居合とか剣術されてる方はぜひ割り箸手裏剣をやっていただきたいですね。これでちゃんとまっすぐこう、なんですかね、体が使えてたらまっすぐいくっていうことですよね。おお、いい感じ。しまった。しまった。やかんな、なんか欲が出てるな。で手を使えば使うほどやっぱり回転がかかりやすくなるんです。刀で物切る時でもこう剣道みたいに手を前に伸ばして間合いを詰めようみたいな、間合いを稼ごうっていうんですかね、ような振り方すると右手が上左手が下っていう関係上絶対真ん中じゃなくてこっちにずれちゃうんですよね。で手裏剣もこう投げると、大体射程距離ってせいぜい長くても10メートルまでかなと思うんですけども、まず相手が投げるのを見たら気づいて逃げちゃうので、できればある程度刺さるようになってきたら、今度はここから手を動かさないつもりで投げていただくと。でこうするとバレるので、この左の股関節の動きだけでこうポンと投げる。へえ。これだと分かっちゃうので、このままここだけですね。この感じで、このままここだけですね。この感じで。ちょっとそこまでやってもらえないですか。今刺さりそうな音してました。ちょっとばらつき出ちゃいましたけど、これでっていうか今投げ方いろいろされてます。いろいろ、面白い。真っ向、今朝、また下、逆下差で水平。ちょっとばらつきましたけど、いろんなやり方がありますということで、とりあえず僕はこれでまずはこれをさせでもちょっとちょっと僕もなんかブスっていきたいんですけどあと流派とか人にもよるんですけども、硬いものを貫通させたい時に拳銃とかでいうとこのライフリング、こう投げる瞬間にひねるっていうのもあります、こういう感じなんですけど、ちょっと高度なのすると割とまっすぐ飛びやすいっていうのもあります。指を前にこうじゃなくてこのままで、ここで一瞬この螺旋をかけてしまうんです。いや全然違う。いや絶対無理綺麗。なんか最後になんか人差し指あたりに感覚が僕はあるとだけ流派によってこういう練習するとこもあるらしくて、下に向かってまず投げる練習するみたいです。下に、で手使ったらやっぱり弾き返されてしまうので、このまま素直にここで指止める感じでトーンとっていうので、その手首使わないのを多分学ぶんじゃないですかね。トーン
おーその感覚です。あともう一回やってみたらだいぶ感覚つかむんじゃないですか。はい、指は伸ばさずに、最後のしまった。刺さるのが、はい、こういう角度で刺さっていただいたら、そうおお、いい感じです。はい、この感覚で下だとやりやすいそうか、下だとこれが下だと思えばいいんですね。はい、ワンチャンかな、下。おお、綺麗。ちくしょうでもなんか今の下分かりますよね。ありがとうございます。もう一度下ちょっと投げてみます。すみません。だいぶフォームが崩れてる感じ。そうです。そう。はい。そっか。一回だけやります。今いい、すごくいい。2回目と4回目です。今の感じで。で、立ち位置を、あと一歩だけ前にちょっと寄せてみましょうか。それで横回転がちょっと収まると思います。これテレビ番組でよく何々するまで帰れませんっていう4本刺さるまで帰りませんってちくしょう。あと一歩いくぞ。ちょっと雰囲気作りに僕太鼓叩いてみましょうか。緊張してきた。いやよし。最後の太鼓伝わってたのにそう失礼いたしました。惜しかった。ドキドキする。行くか。惜しい。この
ラス1のプレッシャーに勝てない僕が今度ありがとうございました。長かった。いやでも最後めっちゃ綺麗です。ありがとうございます。最後になんか本当だったらパンパンパンって4本いってどうやって顔しようと思ったらもうようやく感がすごすぎてドヤ顔する前に崩れ落ちてしまいました。めっちゃ綺麗これ。ありがとうございました。いやすいません長々と。めっちゃ楽しいです。いやなんかそうだちょっとカメラのこと完全に忘れてた。ちょっとちゃんとカメラでもうそういえば YouTube の撮影だったので一応4本僕が映らないから4本刺さりました。ありがとうございます。ちょっとすいませんじゃあ今これを引っ張って絶対これ全力で無理くださいですよね。自分から攻めに行くと纐纈先生がこの刀の動きを感じて動かしてしまうので、じゃあどうやるかっていうとここから相手に切られてもらうと。じゃあすいません長々ありがとうございました。いや多分 YouTube 僕初めて史上最長の撮影になる多分放送されるのはものすごく短くなると思うんですけど僕がただひたすら外してってやってるのはチュルチュルチュルと何回かあれですねもう4本目のプレッシャーに弱いいやでももう、ちゃんと学んで練習すると刺さるようになっていくということで自分もちょっとだけできるようになったんですけど本当あれですねあんなんが畳に刺さるってしかもさっき町井先生あれですもんねこの先端の丸いまさかの先っちょじゃない方とか刺してたんで、ちょっと僕は全然そのレベルないですけどやっていけばできるようになると、あとなんかこの何て言いますかこの下からのやつとかこっちなんかいろんなパターンがあるみたいなんですけどとりあえずまず僕は今日これがなんとかかんとか4連続で刺されるようになったんで、ちょっと次お会いした時にはもうなんかいきなりじゃあやってみますパンスパンスパンってさせるようにちょっともう少し体が使えるようになっておきたいなと思います。ありがとうございます。実は僕小学生の頃超濃紺で野球の球とかが前に飛ばせない人だったんで最初ドキドキだったんですけどなんとか畳には飛ぶようになったありがとうございました。こちらこそありがとうございます。それはこの面白いだろうかな。町井先生も、YouTube チャンネルで終身流居合流標法チャンネルで、町井先生のチャンネルありますのでよかったら概要欄の方から、町井先生の動画見てみてください。じゃあいつもの締めを、言えるかな、今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。僕のチャンネルは毎週金曜18時にダメだやっぱ原稿が原稿持ってきますどういうかでもよいしょお願いします日頃、僕のチャンネルでは見れば 100% 強くなるために役立つ作業を毎週金曜18時に更新していきますので、動画の内容がいいと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録してこれからも空手家コークスの YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。ありがとうございましたいやすいません長々と、今回のオンライン教室でお届けするのは誰でも今日から使える、カウンター技術です。止まってあげるってやつ、相手が取ることで来た時にパーンって打たして戻り際にパキンなんですよ
もしくは、止まっていくという形で、あれだったらバーンみたいでサポってこっちでもいいですし、これ大丈夫で。